キム氏は、ゆっくりと、最後のページを開いた。そこに書かれていたのは、たった一言だった。2025年3月、韓国ソウルのある病院で、一人の男性が告げられた言葉がある。初期認知症です。その夜、68歳の彼は、静かにノートを開いた。震える手で、ペンを握った。涙をこらえながら、書き続けた。ページには、37個の願いが並んでいた。それは、バケツリストだった。家族は反対した。無理だ、と言った。危険だ、とも言った。しかし彼は、翌朝から動き始めた。それから、1247日が経った。2026年5月、春の光が差し込む部屋の中で、一冊のノートが静かに置かれていた。表紙は、すっかり色あせていた。ページをめくると、37の項目のすべてに、小さなチェックマークが入っていた。最後のページには、鉛筆で書かれた、たった一行のメモがあった。その言葉は、短かった。けれど、重かった。読んだ者は、誰もが涙をこぼしたという。認知症と診断された日から、人は何を思うのだろうか、絶望だろうか、恐怖だろうか。しかし彼が選んだのは、どちらでもなかった。彼が選んだのは、生きることだった。前を向くことだった。残された時間を、数えることではなく、使い切ることだった。1247日という時間は、長いようで、短い。毎日が、選択の連続だった。体が思うように動かない日もあった。記憶が、ふっと抜け落ちる瞬間もあった。それでも彼は、ノートを開き続けた。次の項目を、指でなぞり続けた。家族の声が、少しずつ変わっていった。反対の言葉が、いつしか応援の声に変わった。涙が、笑顔に変わった。そのすべてが、あのノートの中に刻まれている。この男性は、一体どんな人物だったのか。なぜ、診断を受けたその夜に、ノートを開くことができたのか。次のパートでは、彼の人生と、その決断の背景に迫っていく。ソウルの片隅に、一人の男性がいた。名前は、キム・ジョンウォン、68歳。定年を迎えてから、3年が経っていた。若い頃から、ただ働き続けた。家族のために、会社のために、自分の時間など、考えたことすらなかった。それが、彼の生き方だった。それが、彼の誇りだった。1958年、ソウル郊外の小さな村に生まれた。幼い頃から、家は貧しかった。父親は工場で働き、母親は内職をしていた。食べるものに困る日も、あった。だからこそ、彼は誓った。自分は、絶対に這い上がる。勉強だけが、唯一の武器だった。夜遅くまで、ろうそくの明かりで教科書を読んだ。友人が遊ぶ時間も、すべて学びにつぎ込んだ。その努力が、実った。20代で大手企業に就職し、30代で管理職へ昇進した。家族を養い、子供たちを育て、ローンを返し続けた。気づけば、40年が過ぎていた。定年の日、同僚たちに囲まれて笑顔を作った。でも、その夜、自宅のソファに一人で座った時、ふと思った。自分は何がしたかったのだろう。答えが出なかった。趣味もない。夢もいつの間にか忘れていた。ただ、義務を果たすことに人生のすべてを使い果たしていた。そんな日々が続いた。ある朝のことだった。言葉が出てこなかった。昨日まで当然のように使えた言葉が口の端で使えた。家族の名前を一瞬だけ思い出せなかった。その瞬間の静寂、胸の奥に冷たいものが広がった。病院に行ったのはそれから2週間後だった。2025年3月、ソウル市内の総合病院。白い壁、白いカーテン、白衣の医師。初期の認知症です。医師の声は穏やかだった。でも、その言葉は重かった。診察室を出た後、
廊下のベンチに座った人々が行き交う。誰も彼の変化に気づかない。その夜、彼は家に帰った。家族はまだ何も知らなかった。夕食の匂いが部屋に漂っていた。いつもと同じ夜だった。でも彼の中では何かが決定的に変わっていた。引き出しの奥から古いノートを取り出した。ペンを手に取った。そして最初の一行を書き始めた。次のパートではそのノートに書かれた37の願いと彼が出会ったある人物について語っていく。引き出しから取り出したノートは古びていた。表紙にはかすれた文字。何年も前に買ってそのまま眠らせていたものだった。彼はダイニングの椅子に静かに座った。家族の話し声が壁越しに聞こえていた。皿の触れ合おうとテレビの笑い声。何も変わらない夜の風景。ペンを握る手だけがかすかに震えていた。最初の一行を書いた。桜の木の下で息子と二人で酒を飲む。書いた瞬間、胸の奥がぎゅっと締まった。なぜその一行が最初に出てきたのか自分でもわからなかった。ただ手が動いた。二行目、みゆきね。一度書き始めると言葉は止まらなかった。記憶が薄れていくなら今のうちに全部書き残さなければ。そういう焦りではなかった。むしろ逆だった。生きているうちにやりたいことがこんなにあったのか。気づけば夜中の2時を過ぎていた。ノートには37の願いが並んでいた。孫と一緒に海を見る。妻の故郷の橋の上で夕日を眺める。若い頃に諦めた登山をもう一度だけ。どれも大きなことではなかった。でもどれも確かに自分のものだった。その翌週のことだった。かかりつけの病院で担当医師の紹介状を持って別の施設を訪れた。認知症患者の生活支援を専門とする場所だった。待合室で名前を呼ばれた時、隣に座っていた男性と目が合った。60代の後半と見える穏やかな顔の男性。彼もまた同じ紹介状を手にしていた。二人はなんとなく話し始めた。同じ診断を受けましたか。相手の男性は静かにうなずいた。名前はユン・ジュンソプといった。退職した元教師で奥さんをすでに亡くし一人で暮らしていた。その日、二人は3時間話した。病院の帰り道も商店街のベンチに座って話し続けた。彼はノートのことを話した。37の願いのことを話した。ユン氏は少し笑って言った。一緒にやりましょうか。それが始まりだった。次のパートでは二人が最初の願いに向かって動き出した人、予想外の場所で待ち受けていた最初の試練について語っていく。最初の願い、それは北海道だった。ノートの一番上に彼は書いていた。北海道のラベンダー畑を見る。子供の頃雑誌で見たきりずっと忘れられなかった場所だった。ユン氏は二つ返事で言った。行きましょう。しかし家族は反対した。お父さん、今は無理です。体が心配です。娘の声は震えていた。息子は黙ってうつむいた。彼は静かに言った。だから今なんだ。誰も答えられなかった。出発は2025年の6月だった。二人は羽田を経由し新千歳へ飛んだ。ユン氏が荷物を持ち彼が地図を持った。役割分担は自然と決まった。富良野に着いたのは夕暮れ前だった。バスを降りた瞬間、風が変わった。土の匂い、草の匂い、そしてかすかに甘い香り。彼は一歩も動けなかった。ユン氏が隣で言った。見えますか。紫の畑が地平線まで続いていた。彼の目に涙が浮かんだ。声は出なかった。ただうなずいた。ゆっくりと
何度も、その夜、宿のテーブルで、ノートを開いた、北海道のラベンダー畑を見る。その一行の横に、小さく丸を書いた。一つ目が、終わった。ユン氏は、お茶を入れながら言った。次は、何番ですか？彼は、ページをめくった。ピアノを、弾く。ユン氏が、笑った。弾けるんですか？弾けない。二人は、同時に笑った。宿の小さな部屋に、笑い声が広がった。それは、奇妙な夜だった。診断から、まだ3ヶ月も経っていなかった。記憶は、少しずつ揺らいでいた。それでも、その夜だけは、何かが満ちていた。喪失ではなく、恐怖でもなく、ただ、生きている、という感覚が、翌朝、彼は早く目が覚めた。窓の外は、まだ暗かった。ノートを手に取り、ページを1枚ずつ、指でなぞった。37の願い。それは、リストではなかった。一つ一つが、彼の人生の断片だった。忘れる前に、触れておきたい記憶、やり残した、小さな約束、誰かに、伝えたかった言葉。ユン氏が、目を覚ました。眠れませんでしたか？彼は、首を横に振った。眠れた。ただ、起きていたかった。その言葉の意味を、ユン氏は聞かなかった。きっと、わかっていたから、二人の旅は、この朝から、本当に始まった。そしてこの先に待っていたのは、願いを叶える喜びだけではなかった。やがて、二人は、それぞれの、幸福、という言葉の意味を、問い直すことになる。幸福、という言葉は、不思議だ。手に入れようとするほど、遠ざかる。忘れた頃に、そっと隣にある。ユン氏は、そう言った。キム・ジョンウォン氏にとって、最も幸せだった時間はいつだったのか。彼に問うと、しばらく沈黙があった。息子が初めて歩いた夜、たった一言。それだけだった。妻が台所で笑っていた。息子がふらふらと3歩歩いた。4歩目で転んだ。それだけの夜が30年以上経った今も一番鮮やかに残っている。幸福は大きな出来事ではなかった。音もなく、静かに、そこにあった。診断を受けた夜、彼がノートに書いた37の願いの中に、幸せだったと思って死ぬ、という言葉はない。ただ、こう書いてあった。もう一度だけ、昔みたいに笑いたい。その一行が、すべての出発点だった。旅が進むにつれ、願いは一つずつ消えていった。星空の下で眠った夜、孫と砂浜を歩いた朝、長年会えなかった友人と、黙って酒を飲んだ夕暮れ、どれも晴れではなかった。どれもかけがえがなかった。しかし、喜びの日々が続く中で、ある朝、異変が訪れた。目が覚めると、ユン氏の名前が出てこなかった。顔はわかる。声もわかる。ただ、名前だけが、霧の中に消えていた。10秒、20秒、静寂、ユン、さん、ようやく出てきたその名を、彼は小声で繰り返した。誰にも聞こえないように、その日の日記には、一行だけ書かれていた。今日は少し、怖かった。旅は続いた。願いも続いた。ただ、その日を境に、二人の間に流れる空気が、少しだけ変わった。ユン氏の目が、以前より、穏やかになった。彼の歩く速度に、合わせるようになった。幸福とは、与えることで初めて気づくものかもしれない。キム氏が笑うたびに、ユン氏も笑った。その笑顔の裏に、どれほどの覚悟があったのか。試練は、予告なく来る。幸福も、予告なく来る。二人はそれを、体で知った。やがて、この旅には、もう一本の柱が必要になってくる。柱が、必要になってくる。その言葉通り、キム氏の旅には、ある人物の存在が、静かに寄り添っていた。幼馴染のパク氏だった。同じ町で育ち、70年近くを共に生きてきた。古い友人だった。
を告げられた夜、キム氏が最初に電話をかけた相手も彼だった。受話器の向こうでパク氏はしばらく黙っていた。そして一言だけ言った。わかった。明日行く。それだけだった。余分な言葉は何もなかった。慰めも励ましもなかった。ただ翌朝玄関に立っていた。それが全てだった。バケツリストの達成が順調に進んでいたわけではない。17番目の項目に差し掛かった頃、キム氏は初めて諦めようとした。記憶の霧が少しずつ濃くなっていた。昨日食べたものが思い出せない。行ったばかりの場所の名前が消えていく。それが恐ろしかった。やり遂げることより忘れてしまうことが怖かった。ノートを閉じた夜があった。もうやめようと思った。家族に迷惑をかけてまで続ける意味があるのか、そう自分に問いかけた。答えは出なかった。その翌朝、パク氏が来た。約束もなく連絡もなく、ただ来た。二人は縁側に座りお茶を飲んだ。何も話さなかった。1時間ほどただ黙って並んでいた。帰り際、パク氏は言った。お前が覚えていなくても俺が覚えている。だから続けろ。キム氏はうなずいた。涙は出なかった。ただ胸の奥で何かがゆっくりと溶けていく感覚があった。人は一人では立っていられない。それは弱さではなく人間が生きるための正直な構造なのかもしれない。パク氏はその後も要所要所で現れた。求めたわけでも頼んだわけでもない。ただそこにいた。それだけでキム氏の足は前に向いた。支えるとは引っ張ることではない。隣に立つことだ。キム氏は後にこう語っている。彼がいなければ37番目のページにはたどり着けなかった。そのパク氏もまたこの旅の中で静かに変わっていった。変化とはある日突然訪れるものではない。気づかぬうちに積み重なって静かに形を変えていく。キム氏もまたそうだった。診断を受けたあの夜から3年と4ヶ月、37の願いを一つ一つ刻んできた。その道のりの中で彼は変わった。ただしそれは喪失ではなかった。最初の頃、キム氏は毎朝鏡の前で立ち止まった。自分の顔を見つめ、今日はまだ自分でいられるかと確かめていた。恐怖が習慣になっていた。ところがある時期からその習慣が変わり始めた。鏡の前で立ち止まるのは同じだった。ただ問いかけが違った。今日は何をしようか。恐れではなく期待がその問いを動かしていた。何が彼を変えたのか。一つの答えは行動だった。願いリストの項目を一つ果たすたびにキム氏の中に小さな確信が積まれていった。記憶は薄れるかもしれない。しかし経験した事実は消えない。体が覚えている。心が刻んでいる。もう一つの答えは人だった。パク氏の存在がキム氏にあるものを教えた。それは助けを求めることは弱さではないということだ。隣に人がいる。それだけで一歩が踏み出せる。その感覚をキム氏は初めて深く理解した。家族との関係も変わった。最初、家族はキム氏の行動を止めようとした。無謀だと、危険だと、心配から来る言葉を重ねた。しかし、キム氏がリストを一つ、また一つと果たしていく姿を目の当たりにして、彼らもまた変わり始めた。止めることをやめ、隣に立つことを選んだ。変化は一人では起きなかった。キム氏が変わり、パク氏が変わり、家族が変わった。その連鎖が37番目のページへの道を確かなものにしていった。そして今、37番目の項目はもう目の前にある。ノートの最後のページ。
そこに書かれた一行のメモが何を意味するのか、キム氏が3年4ヶ月をかけてたどり着いたその言葉とは何か。次のパートでついにその答えが明かされる。37番目の夜が来た。キム氏は一人でその部屋に座っていた。テーブルの上にあのノートがある。1247日間共に歩んできた一冊のノート。表紙はすでに色あせていた。核は擦り切れている。何度も何度も開いては閉じた跡がそこに刻まれていた。キム氏はゆっくりと最後のページを開いた。37番目の項目。そこに書かれていたのはたった一言だった。忘れる前にありがとうという。それだけだった。行き先も日付も方法も何も書かれていなかった。ただその一言だけがページの中央に静かに置かれていた。診断を受けた夜、キム氏はなぜこれを最後に書いたのか。36の夢を叶えた後になぜこれだけを残しておいたのか。答えはシンプルだった。キム氏にとってこれが一番難しかった。旅に出ることはできた。山に登ることもできた。見知らぬ人と話すことも慣れた。しかし最も近くにいる人に素直な言葉を伝えることだけがずっとできなかった。70年近く生きてきた男が家族にありがとうと言えなかった。それは弱さではなく時代の重さだった。感謝を口にする文化を持たずに育ってきた世代の静かな痛みだった。キム氏は息子を呼んだ、娘を呼んだ、妻を呼んだ。3人が部屋に入ってきた。何か大切なことが起きようとしている。その空気をみんなが感じていた。誰も口を開かなかった。キム氏はノートを胸に抱えた。そして顔を上げた。生きてきてよかった。それだけ言うと声が震えた。妻が泣いた。娘が手を握った。息子はうつむいたまま肩を揺らした。誰も何も言わなかった。言葉は必要なかった。その沈黙の中に3年4ヶ月のすべてが詰まっていた。キム氏はゆっくりとノートを閉じた。37の夢すべて終わった。しかしその瞬間、キム氏の目には不思議な光があった。終わりの顔ではなく何かが始まるものの静かな眼差しだった。ノートの最後のページにはもう一行小さな文字が書かれていた。誰も気づかなかった。その一行が全ての答えだった。次のパートでその言葉を最後に読む。37番目の夢が終わった。その夜、キム氏は自宅の小さな居間に座っていた。テーブルの上には一冊のノート。3年4ヶ月間ずっと旗にあったあのノートだった。外は静かだった。風もない。虫の声すら聞こえなかった。キム氏は何も言わなかった。ただ窓の外をじっと見ていた。家族は隣にいた。息子も娘も妻も誰も言葉を発しなかった。ただ同じ沈黙の中に一緒に座っていた。その沈黙は重くなかった。むしろ温かかった。長い旅を終えた者だけが知る静かな満足感が部屋全体に満ちていた。診断を受けた日、キム氏は恐怖の中でノートを開いた。あの夜から全てが始まった。最初は家族が反対した。無理だと言った。危ないと言った。体を心配した。記憶が失われる前にせめて休んでほしいと涙で訴えた。キム氏は首を縦に振らなかった。生きるために動かなければならなかった。止まることがキム氏にとっての本当の終わりだったから。3年4ヶ月という時間は決して短くなかった。病院に通いながら薬を飲みながらそれでも一つずつ夢を刻んだ。記憶が揺らぐ日も
足が言うことを聞かない朝も、諦めることだけはしなかった。医師は言った。進行は確かに遅くなっている。と、それが治療のおかげだけではないと、誰もが感じていた。生きる理由を持つ人間は違う。その強さが体にも滲み出ていた。変わったのはキムシだけではなかった。家族も変わった。息子は父の背中を見て自分の夢を書き直した。娘は仕事を辞め、やりたかった陶芸を始めた。妻は30年ぶりにピアノの鍵盤に触れた。一人の男がノートを開いたことで家族全員の人生が動き始めた。夢は本人だけのものではない。見せることで周りの人間の中にも火を灯す。キムシのノートはそういう力を持っていた。今の時計が静かに時を刻んでいた。キムシはゆっくりと息を吸った。そしてノートの最後のページに目を落とした。37番目の夢のその下、小さな文字で一行だけ書かれた言葉。家族の誰も気づいていなかった言葉がそこにあった。次のパートでその言葉を一緒に読む。ノートの最後のページ、そこに書かれた一行は37番目の夢の下にひっそりと息を潜めていた。家族の誰も気づかなかった言葉。キムシはその言葉を誰かに見せようとはしなかった。ただ自分のために書いたのだ。その一行にはこう記されていた。忘れる前に精一杯生きた。たったそれだけの言葉だった。飾りもない、説明もない。けれどその8文字は1247日間の重さを静かに背負っていた。診断を受けた夜、キムシは泣かなかった。怒りも見せなかった。ただノートを開き、ペンを握り、夢を書き始めた。それは逃げではなかった。恐怖に向かって正面から歩いていく行為だった。記憶が薄れていく。それは止められない現実だった。だからこそ残せるものを残そうとした。感じられるうちに感じようとした。愛せるうちに愛そうとした。68歳のキムシが教えてくれたことはシンプルだ。時間は誰にも平等に減っていく。問題はその時間をどう使うかだ。あなたには今何かやり残したことがあるだろうか。誰かにまだ伝えていない言葉があるだろうか。行きたい場所、食べたいもの、会いたい人。小さくていい、大それた夢でなくていい。今日ノートを開いてみてほしい。キムシのように1項目から始めればいい。忘れる前に生きる。それが彼が残した最後のメッセージだった。